こんにちは、こんばんは、イノポンです。本日もよろしくお願いします。本日の課題は、ビリヤード台でつく手の形をお話ししていきます。そんなん気にしてないよって方も多いと思いますが、念のためご確認ください。では、動画、アクション Q。Q の持ち方です。イノポンの持ち方は左側になります。何が違うのかっていうことですよね。右画像よりも安定しているように見えませんか？この秘密はそんなに難しいことはしてないのですが、こう持てばお得なのかお話しします。安定感を上げるためには皆さんもご存知の通り、指1本で持つより2本、2本で持つより3本が安定するのです。当たり前の話ですよね。すいません。そして4本目に当たる〇〇を使います。それが本日の課題なのです。では、さらに美人になったよくわかるアナウンサーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビリヤード台でつく手のお話をさせていただきます。まずは肩の話からしますのでよろしくお願いいたします。私の考えでは肘が固定されるにはある程度の高さが必要になります。そのために斜めに急出しをする必要があります。なぜ斜めに出すのかをお話しします。人間の肩関節の可動域制限があるのはご存知の方も多いとおられますが、念のためお話ししておきます。肩関節は、ご存知の通り、ぐるぐる回すことのできる関節ですが、全方向には肩は回らないようになっています。図の骨の部分を見てください。ほとんどの人々は、こういう形で形成されています。不思議な点は見つからないように見えますが、実は、肩のこの部分です。矢印ですが、方向をよく見てください。上腕骨頭ですね。図で見てみると画像の通りで、健康上腕関節の形がもともと斜めについていますので、腕を回す運動、肘を上げたりする運動も少し角度が内向きにすると楽になりませんか？まっすぐで後ろなら、途中で腕の向きを変えないと回らないということになります。そのために、ビリヤードフォームで気をつけなければならないのは、このように斜めに関節があるのに、正面を向いて構えると、関節が上がりきらない、安定しない高さになるので、片視点でつくようになります。全員が全員、片視点なのかは、骨格の違いがあるので、一概には言えないのですが、大概の方は、正面を向いた形で、肘を後ろに上げると、肩の峰、肩峰があるため、真後ろにはある程度しか肩は上がらないようになっているのです。ですので、正面を向いて気持ち外側に球を振ると、腕の外側の腱にも負担がかかり違和感を覚えると思います。まっすぐでも肩が回る人もいるので、骨格の違いでビリヤードのフォームは様々になるのです。スヌーカーをする方たちは、逆に真正面に球を出すようなフォームが多いのです。いろんな球出しがありますが、私が教えてきた人たちは、球を斜めに振ることで、振りやすくなる、と全員が言います。通常に構えてから左手は伸ばさないように左に円を描き、左30センチメートルくらいに移動した少し左に振る形です。この時、関節に逆らわない自然運動、肩、肘の角度がまさにこれに当たります。ではどういう風に関節は回るのでしょうか。画像でご覧ください。すいません。イノポンで。申し訳ないです。人間がこうなるという証明なので、あえてイノポンでやっています。少し体が左に向いてますが、気にしないでください。では、立った姿勢で腕を真横で構え、正面の後ろに肘を上げてみます。私が言う安定する角度まではほど遠く、全く上がってないし、関節が嫌がって、肘が変な方向にも少し曲がっていますね。
では左方面45度くらいでしょうか？腕の振り方と肘を上げてみます。あら不思議。ちゃんと肘の高さは出るのではないでしょうか？見てわかるように、正面で肘を上げる高さと、少し左45度くらいに振る高さでは、違いが出るということなのです。安定する高さにするには、斜めに構えないとできないと思います。球を肘支点で、その軌道で振り下ろす運動は、こういう風にして、イノポンは行っているのです。では、肘の頂点から下の振り方になりますが、ここは個人差があって、まっすぐ振れる方もいますし、肘より下が斜めに振る方、猿腕の方も少し斜めに振ってしまうのです。ですので一概に、これがいいとは言えないのですが、ビリヤードをする関節は、自分の関節に相談して、無理のない角度、形を模索する必要があります。ポイントは、肩関節の向きに逆らわないように、肘の頂点を上げ、振ることが安定につながり、肘支点で球を捉える運動になります。肩のお話は分かっていただけたと思います。では、次に持ち方のお話をさせていただきます。肩の可動域が決まったので、肘から下の運動も、角度が変わりましたね。右の肩は、正面より少し左に回っていますので、その軌道上の中で、一石二鳥の握り方がありますのでお話しします。とりあえず、指関節のお話をします。ハンマーグリップは、中心から下の同点で球をさばくのに適しています。肘でストロークしますので、加減がやりやすく、ネクストが出しやすいので、ほとんどの球に対応しています。ピストル、ガングリップは、上をつく際とブレイクに適しています。球を少し短めに持つことで、方向を安定させながら脇を締めて片支点で、つくので、強い球がつけるのが特徴です。ポイントは、人差し指と中指の間隔を空けること。指の方向も変えることで、強い衝撃に耐えるために使うグリップです。どちらのグリップも頂点は変わりません。親指、人差し指、中指、薬指、小指。小指は以前にもお話ししましたが、関節の位置が少し下側にあるので、球をこねる原因になるので添えてもいいですが、中から下同点をつく際は、使わないようにすればいいと思います。上同点でつく際は、使うことになります。では、指の角度の確認です。関節がよく見えるように縦画面でお話しします。人差し指、中指、薬指の角度です。持っている場所が90度に近い状態では、指だけである程度進行方向に曲がりますが、人差し指、中指、薬指の角度が球先方向に向いている場合は、関節は球を出すと同時に、肩が引っ張られて動いています。ご覧の通りです。同じようにやっていただけると、なるほどって、わかります。人差し指が球先方向に向いているため、腕ごと引っ張られ、肩で球をつくようになるのです。順にやっていきます。人差し指一本でやってます。中指、薬指の順にやっていますが、薬指は非常に肩がより動いています。薬指は腕の外側の直線上にあるからです。球を持つ場合は、指を右に向けて持つわけにもいかないのです。個人差はありますが、同点、中心から下については、当たるときには85度には当たっている状態なのが、ベストではないかなって、イノポンは思っています。逆に、上の場合は90度くらいにはなると思います。ただし、強い場合の玉突きでは、その球の配置の条件で上同点をついたり、強い球を突きたい場合のみ、持ち方を変えれば良いわけです。肘支点でついてます。肩支点でついてます。指の方向と、持つ位置で、
肩支点、肘支点を変えることは、容易に可能なのです。肩支点を使いこなしてきた人は、肘支点でつくのは容易ではないはずなのです。動画で見てください。できるだけ、肘を高くしていますが、正面を向いて振るときの肘の高さと、斜めに振るときの肘の高さには、違いがあるのがわかるのではないでしょうか？そこで、あなたが肘支点でつけることが初めてできる形になったということなのです。腕が安定する。腕が回る角度を求めるのには、まっすぐ立って、両手を上に上げます。左手は、まっすぐで、右手は、左手に沿うような形で構えます。すると、その角度では、腕が回る肩関節の角度なのです。まっすぐ構えた時と違って、右肘の高さが出るではないでしょうか。無理もなく肘支点の高さで、つけるようになります。ビリヤードする人たちには、稀に自然にあった経験ではないでしょうか。球に向かった時に、なんか無理なく、これはまっすぐつける。って経験があったり、あれ、どうついてるんだろう。その時に自然についてたってこと、案外あるのです。その配置では、斜めにしか球が触れない場所の配置があるからなのです。無理なく、自然体で関節通りにつくのが良いと思います。私は、常に、どちらの視点で、その球に向かうかが正しいかを、見極めてつくようにしています。簡単そうで難しかった肩支点、肘支点の使い分けができるのです。お分かりいただけましたか？お願いですが、ここまでのお話がためになったという方はチャンネル登録をお願いします。手についてお話しします。握り方なのですが、イノポンの方法は、下に押さえつつ、押しつくって感じなのです。では、どのような形でどの部分で持っているのかと言いますと、持ち方なのですが、まっすぐ一回持って、振ってみます。正面から見てもお分かりと思いますが、親指と人差し指の間の水かき部分に、球との隙間があると、つく瞬間に、球との衝撃を球で受け止めようとして、その隙間を埋めようとするために、どうしても球を握り込んでしまう傾向があるのです。後ろから見てみます。小指球、開いたままになっています。つく瞬間、球を無理やり、当ててセーブしてます。これをすると、球に当たる瞬間に小指球止めるみたいな感じで、球のお尻がそっぽを向いてしまうのです。そうなると、球が進行方向軌道からずれることになるので注意です。弾いてつくのにはいいかもしれないですが、本人さんは全く気がついてないのが現状なのです。その時に大事なことは小指球の部分なのです。この部分を使うことで、球に馴染み、球が一心同体になって、当たる瞬間に握り込むことなく、水かきも間を空けない。そんな良い持ち方をお話しします。難しいんじゃないのって思うのですが、簡単にできるのです。実は、ここまでお話ししたことに、一石二鳥になっていることに、気づいた方は天才と言っても過言ではないです。では、どう持てば、その形になるのでしょうか。実は簡単で、小指球、使えるように斜めに構えてみます。画像の通り振る方向を関節に逆らわずに、左に振るように合わせて持ちます。球の進行方向は左に向いてますが、まっすぐつくときとは違い、球との隙間がなくなり、しっくりと握れるのです。そう握って、いろいろな配置に挑戦してみてください。小指球が使えるようになっていますので、力が球に伝わるのです。球つきが変わる瞬間なのです。今までより小さい力で球がつけるようになるので、より安定した球つきに変化していきます。私が教えてきた生徒さんは、球のパワーの違いがわかるようになったと言います。同じ同点で同じ球出しをしても、手玉が負けていない、良い球になっていることが
わかると言います。ぜひお使いください。次に、握り方の参考として、中心から下をつく場合は、ハンマーグリップがいいですね。肘支点で、球がブランと落ちる85度近くで、持てるので、手首を下に向ければ、その軌道でつくイメージが、取りやすいです。加減も肘支点なので、やりやすいです。下に押さえつつ、その支点を突き出すイメージです。この時は小指は稼働しません。添えているだけです。これがついた時に衝撃を支えられる、ブレイク、グリップです。姿勢を高くしてブレイクしても、1から2割強く、つけます。脇を締めても、つけます。人差し指を長めに握り、全部の指で握るので、すべての力が球に乗ります。方向性においては使いこなすのに、コツはいります。気持ち短めに、持って当たる角度は、脇が締まるときに合わせます。上をつくときは姿勢は低くして、いつも通りの高さとストロークで OK です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見て参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録お願いします。次回ははじめに、ボックスライナー強化、その後に一石二鳥のお話、低いフォームができる、腰の使い方、フォームは逆再生をお話ししますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。